おはようございます。安倍義俊です。今回は中国のペン BBS という万年筆メーカーというブランドの、494というモデルについて、書きながらちょっとレビューをしてみようと思います。過去に494についてちょっと話をしたことはあったと思うんですけど、今回もうちょっとしばらく使ってみたんで、改めてもう少し詳細なレビューとか使い心地についての話をしようと思います。今手帳に書いてるのは自分がよくやる吹き出しメモというフォーマットで喋る内容を書きながら、アフレコで今こうやって声を入れてるという感じですかね。ペン BBS というブランドについてですけど、もともとはこのペン BBS というのが中国の万年筆に関する掲示板、ネット掲示板の名前で、そこのオーナーの人が自分の理想の万年筆みたいなものを実際に作ったのかな。でそれが周りに非常に好評で、じゃあ本格的にブランドとして立ち上げようということになって、その時に自分たちが話をしていたこのペン BBS っていう掲示板の名前をそのままメーカー名というかブランド名にしたということで、今このペン BBS というメーカーになってるみたいです。で、僕が今回レビューする494というのは、おそらく多分全体の中でもエントリーモデルというか入門機みたいな、機じゃないか、入門ペンみたいな、位置づけのモデルなんじゃないかなと思いますね。Amazon で1900いくらとかそのぐらいの値段、2000円しないぐらいの値段で購入しました。太さとか色とかが確かある程度種類があって、僕はクリアというかデモンストレーターモデルの極細を買いました。で今中に入れてるのはセーラー万年筆の四季折というシリーズのインクのミルアイカというちょっと黒に近い、水で薄めるとやや青緑っぽい色なのかなというようなインクを入れておりますと。でインクの吸入方式は尻軸をくるくる回して中のピストンをその上に上げて吸入する、いわゆる吸入式というやつです。カートリッジは使えないですね。なのでインク瓶持っていて、そこのインク瓶からインクを吸い上げていくという形のやつで、カートリッジは使えないということです。ミルアイって難しい感じなんですよねひらがなで書いちゃった。書き味について、そうだな、見た目的にはごくごくオーソドックスな万年筆なんですけど、書き味についてこう書いた瞬間におって分かるような独特の書き味があります。単純にぬるっとした書き味とか滑るような書き味とかそういうのともちょっと違って、なんだろうな、こう良さが伝わる例えにならないんだけど、こうボリッとしてるんですよね。ボリッとしてるっていうとあんまり良くないみたいなんですけど、そうじゃなくて要するにこう滑るような書き味ってよく言うじゃないですか。で万年筆のいい万年筆よくそういう言い方をされるけど、実際そのいい万年筆は実際にそういうふうにこうぬるっとするというか滑るような書き味なんですけど、滑りすぎちゃうと書きづらいわけじゃないですか。なので本当に滑るような書き味なんだけど、ちょっとボリッとしてるボリッとしてるがちょっと書いてみると多分分かってもらえると思うんですけど、なんだろうな、例えばアウロラのオプティマみたいなミニオプティマを自分は持ってるんですけどとかは、ちょっとこう紙のザラザラ感を拾うような感じでスルッと滑るように書けるんだけど、ちょっとシャリシャリしたというか紙のザラザラを拾う感じがあるんですよね。でこれはね、紙のザラザラを拾うのとも全然違う何か独特の不思議な滑らかさのあるペンです。で他の動画の中でも言ったけど、よくコンピューターゲームの中で FPS っていう単位があるんだけど、1秒間に画面を何回書き換えるかっていうスイッチなんかの昔のとかちょっと昔のゲームとかだと 30fps1 秒間に30枚、テレビもそうですよね、書き換えるものが多くて、で 60fps になるとかなり動きがぬるっと滑らかになって、で今PC のゲームなんかでハイスペックのパソコンを使うと 120fps とかもっと高い fps が出るんですけど、こいつはFPS が高いというか、そんな現実なので、FPS は現実の世界だから無限 FPS みたいな感じですけど、何かこうなんていうかな、ペンの動きに対するぬるっとしてるんだけど的確な抵抗感があるというか、
なんかそんなんで、非常にその自分が触ってるとなんか FPS が高いなっていう印象を受けるんですね。なんかそんな感じの書き味で、自分としては非常に気に入ってるペンの一つです。で今、ちょっと右に傾けるとインクのが出ないみたいな、それは持ち方が僕が悪いせいなんで、いわゆるその欠点というわけではないんですけど、これが後でもうちょっと書いて分かるんだけど、これちょっとしばらくぶりに引っ張り出したっていうか、筆箱の中に入れて常に持ち歩いてるんだけど、たまたまちょっとその新しいマネースやたらと買ってたんで使用頻度が下がってた時期で、ちょっとインクが微妙に詰まってたんですね。詰まってるってほど詰まってないんで普通に書けるんだけど、なんかそのある特定の角度の時にちょっとインクの出が悪くなるみたいな感じになっていて、でそれに今この動画を丸々撮り直した方が良かったのかもしれないけど、書き味的にはその何かすごくインクが詰まってるせいでおかしかったわけじゃないんで、途中で気がついてインクを別な色に変えて中超音波洗浄して、途中から改めてレビューをしています。だからこの時はこんなだったかなと思うような、右に傾けた時に思ったよりもそのインクが出なくなるの、ちょっとかすれるとかじゃなくて全く出なかったんで、こんなになんか角度厳しかったっけと、なんか思いながら描いてるところですね。で、ちょっとイラスト描いたりして、こういうふうにゆっくりペンを動かしてる時にはこの時もだから全然違和感がなかったんで、だから本当にほんのわずかインクがちょっと詰まり気味だったって感じですね。でインク洗って入れ替えたらなんていうかその最初に買った時みたいなインクフローが戻ってきました。だからこれ今みたいに髪の毛描く時みたいにパパッとこう線を早く動かすとちょっとかすれ気味になるっていうか、今一回スキップしましたよね、その線が。ちなみになんかよくその意味のない顔を描いたりとか落書きをするときに目から描き始めることがあって、ただ自分自身はそのちゃんとしたイラストを描くときは輪郭から描き始めるんですけど、なんでしょうね、輪郭から描き始めちゃうとポーズがとかデッサンがとかいろんなことを気にし始めて、すごく真剣に描く絵になってっちゃうんで、目から描き始めるとなんていうかな、その細かいバランスがどうこうみたいなことじゃなくて、なんとなくそのペンタッチに集中できるんで、なんかどうでもいい落書きの時はなんかその目から描き始めることが多いですね。で今ちょっとちょっと詰まり気味かもっていうことにうっすらと気がつき始めてるところですね。でちなみにやっぱり目から描き始めるとなんかデッサンは狂いますね。なのでこの辺の落書きはなんか自分の中ではなんかちょっと顔のバランスおかしいなとか思いながら、でもそういうことじゃなくてそのペンタッチを楽しんでるだけみたいなことなんで、あんまり真剣ではないっていうとふざけてるみたいですけど、なんか神経を張り詰めて描くような絵ではないってことですかね。で、筆圧をかけても線が少し太くなるけどほとんど太さ変わんないですね。これはペンが小さくてだいたいこのニブっていうかペン先は大きい方がしなりやすくて、あとはその材質によってもしなりの度合いはちょっと違っていて、例えば柔らかい金ペンとかだと多少はあんまり今の鉄とかステンレスなんかもその材質が進化してきてるんで、その金ペンに比べてじゃあ鉄ペンが硬いのかっていうと、なんかそれは加工の仕方みたいなもので、変わってくるんで一概には言えないですけど、材質的には金は柔らかめだったりとか、あとは今言ったみたいにそのペンの形とか加工の仕方みたいなもので、柔らかさ変わってくるんで、494はそういう意味では硬めですね、多分。いわゆるそのペンが大きくしなって筆圧が変わるわけじゃないっていう。この間買ったそのイルディオモさんで買ったレオナルド・オフィチーナ・イタリアーナのモーメント・マジコ・ピエトラ・サラータのモデルなんかはエラスティックニブっていうそのフレックスニブみたいなニブがついていて、それはペンの材質というかなんか作り方で強くしなるようになってるペンでした。だからすごく柔らかい書き味で、ちなみに494は首軸の握りの部分がラミのサファリとかと同じように三角形に、ペンを真正面から見た時にそのおにぎりみたいな三角形の形にくぼみがついていて、でそこに指が当たると自然にその正しい筆記角度になるようになってます。それにもかかわらず僕の持ち方が悪すぎて右に傾きがちでちょっとかすれちゃってるんだけど、今やっぱりちょっとペンのスピードが乗ってくるとちょいかすれるみたいなことで、ちょっとなんかピントがブレ気味ですいませんね。ピントどうしたらいいかな。なんかオートフォーカス切りゃいいのか。
今ちょっとそうそう、今書き始めて、あれちょっとかすれるなっていうことに気がついて、このままレビューするかなんか迷ってるところですね。で、ちなみにその今入りと抜きの話をしますけど、入りっていうのはいわゆるそのペンの線の書き始めの部分で、抜きはそのペンの書き終わりの部分で、例えばだから漫画用の G ペンなんかはその筆圧低めで書き始めるとスーッと入って、でそこからこうシュッとその書きを終えると、その要するに太さゼロに近いような状態から書き始められて、書き終わりもスーッと抜くと、その線が一番細い状態からスーッとその抜けてってくれると。それが割と気持ちよかったりするんですけど、ただ文字を書くときにそれが必ずしもいいかというとそうでもなくて、いわゆる筆なんかも入りの部分はこうグッと筆圧入れたら一回り太くなったりするじゃないですか。なので万年筆も多分その文字を書くための道具なんで、その素早くスーッと、動かしながら筆圧をこう下げていけば、抜きの部分は今書いてますけど綺麗にスーッといくんですけど、入りの部分はどのペンもそうだけど、だいたいちょっとグッと今上に書いたみたいにこう丸っこい、書き始めになりますね。それが文字を書くときには文字がきれいに見えてよかったりするわけですけど、自分みたいにちょっとなんかイラスト描きたいみたいなときにそれが強く出るペンは線が、こうむにゅっと書き出しの部分がインクだまりみたいにすごい細かい話をすればですけど太くなるんで、ちょっと書きづらかったりしますね。でそういう意味ではだからこれは文字書くのにはすごくいいけど、イラスト描きやすいかっていうと自分の書き方では割と細い線が引けるんで、まあまあ普通になんか使えはするんですけど、ちょっとなんていうかな、その細かいタッチの自分がもともと線が汚いんで偉そうなことは何も言えないんですけど、そういう書き方にはあんまり向いてないかなと思いますね。今みたいな掛け編みとかをやるときに極端に太すぎる部分とか細すぎる部分ができてほしくないわけですよ。だけど書き始めの部分がちょい太くなるんですね。だから今でもそれを見てあれでそんなに今ここで掛け編みとかを書いたときにすごくなんか見づらくなるかっていうか、なんかその、変なダマができちゃうかっていうとそうでもないんで、まあ普通にできるっちゃできるかな。で今、インクの色が明らかに変わりましたけど、やっぱちょっと洗ってこようと思って、洗ってきました。超音波洗浄してインクきれいにして乾かして、ちょっと乾かし方が足りなかったですけど、インクを今度はパイロットの色しずくの霧雨というインクにしました。このインクはなんか入れてみたらそうだな、ちょっと薄いグレーで、でもわずかに青みがかかっていたりして、確かになんていうかな、その霧雨とはなんかうまい名前だなというか確かに霧雨っぽいですよ。で、自分は割とグレーのインク好きなんでこれは割と気に入ったインクになりました。霧雨っぽいと思いながらちょっと線を引いてますね。で今ちゃんと洗ってきてみたら右に相当傾けるとちょっとかすれますけど、普通にちょい右に傾いてるぐらいでは全然インクは普通に出ます。安定しました。なのでなんか本当に万年筆長く使わないときは確かにインク抜いて洗ってしまっておく方がいいですね。ただ自分はなんかいろいろ書きたいんでついついその20本とか30本とか筆箱に入れて全部にインクを入れて持ち歩いちゃってますけど、あんまりいいことではないのかもしれないです。今ねこれはインクの万年筆の問題じゃなくてその紙というかこの手帳の問題なんだけど、あんま小さい手帳で分厚く、リフィルが入ってるんで、でそのリフィルが終わりに近づいてきたんで違う、このリフィルがだからその分厚く溜まっていて、この後ろにも水彩紙っていう分厚い紙のインクが紙の束があるんでモサモサしてるんですよね。だから筆圧かけて、書くと下敷き敷いてはいるんだけどちょっと紙が沈んでペンを持ち上げる時に紙がふわっと上に浮くんでついてきちゃうんですよ紙が。なのでそこで、書き終えた時にちょっと余計な線がこうちょっとついたりとか、
なんかそんなようなことが起きたりしてます。だからそれを防ぐためにはクリップつけたりとかしてちょっと固定した方がいいんですけど、今ちっちゃいクリップで一応1箇所だけ固定してるけど、それをやってないんで、ちょっとだから今もう書くたびに紙が上に持ち上がるじゃないですか。これはあんまりいいことじゃないですね。これは、こういう今トラベラーズノートのみたいなこの閉じるタイプのその手帳の宿命みたいなもんで、だからクリップとかで、ぎっちりと固定して、やった方が絵を描く時とかにはいいです。文字書く時だったらそんなに気にならないかもしれないですけど。で、プロッターみたいなそのリング型のそのシステム手帳みたいなやつは特にプロッターなんかは180度しっかりと水平に開いてくれるんで、そういう意味ではその紙は持ち上がらないんだけど、でもリング型の手帳は手帳で紙がちょっと動くんですよね。それもクリップで固定すればある程度抑えられるんだけど、閉じてるやつに比べるとどうしても紙が動いてしまって、書きづらい時があります。でそのあたりどっちも一長一短で、今のところ僕は、メインをトラベラーズノートにしてサブでプロッターを英語のやつと、ミニ6ってやつかを、2種類持っていて、正確に言うとM5 も持ってるわ。だけどM5 の手帳とか持ってることを今ちょっと忘れかけてましたよ。なんか出番がないですね。ちょっと使ってあげたいんだけどやっぱ書くことを分散してしまうと、なんかそれぞれの手帳がなんかリフィルの減りが遅くなるというか、あとはやっぱ煩雑になっちゃうんで、今のところ書きたいことのほとんどは、トラベラーズノート一冊に集約して、バレットジャーナル的なスケジュールの管理、自分はなんかバレットジャーナルをスケジュール管理っていうよりは、一日起きた出来事を吹き出しメモに書いて、吹き出しメモに書いたことを、バレットジャーナル形式でプロッターにまとめるみたいな使い方をしちゃってますけど、そんな感じで使い分けてはいます。でグレーのインクでとりあえずペン BBS って書いてみました割とシャバシャバした。これでもちょっと洗った直後でまだちょっと水気が残ってるからかもな。なんかさっきのミルアイに比べると、逆にミルアイはだから長く使ってなくて、中でインクの水分が蒸発してちょっとドロッとしてたんですよね。だからその辺もあって、インクでもやっぱり書き味はだいぶ変わって、さっきのミルアイを使ってた時よりも心持ち線は太く出てますね。結構紙でも変わるしね、インクで線の太さとか結構変わったりするんで、単純にペン先の金属のペンポイントの大きさ以外にも太さを決める要素は結構いろいろあって、珍しく落書きなのに今輪郭から描き始めましたね。ちょっとさっきのやつでデッサン狂い気味の絵を連発したんでちょっとなんていうか恥ずかしくなっちゃってますね。でもこれもこれでなんかやっぱり自分のちゃんと下書きしてから描く絵に比べるとなんか微妙にデッサン狂っていて、なんか今こうして見てると恥ずかしいですね。斜めから撮っているせいでデッサンの狂いがいまいち目立たないんでいいんですけど、なんか万年筆とかペンを使ってのイラストのなんか自分なりの書き方っていうかフォーマットを確立したいですね。なんでしょう、万年筆の話から横行っちゃいましたけど、なので今ちょっとインクがシャバシャバしてるんでちょっと出過ぎちゃってる感じはありますけど、でもグレーでうまいことなんていうかな馴染んでるんで、割とこのインク自体はちょっとしたこういうスケッチには合ってるかもしれないですね。あんまり黒がくっきりとしたインクよりはちょっとグレーぐらいの方がなんていうかな落ち着いて描けるっていうか、迷いながら描けるっていうか、コントラストの強い黒だと本当にそこでビチッと決めきらないとなんか気持ち悪いんで、そういう意味では迷い線が出しやすいですね。自分の絵はほとんど迷い線の塊ですからね。普段あんまりやらない目から描き始めて後から輪郭を描くみたいな描き方をすると、なんか自分の変な癖とか目鼻とか輪郭ない時にはこのぐらいが理想だろうって思ってたやつが輪郭描いてみるとなんかうまくバランスが合わないというか収まらなかったりして、なんかこうなのかと自分の癖に気づけたりして、なんかちょっと描き方を変えたりするのはなんかいいかもしれないですね。後で文字でも書くけど、ちょっと494はなんだろう文字書く分にはあんまり気にならなかったけど、こうやって絵を描いてて思うのは、ちょっと自分の好みに比べると首軸が細くてなんていうかなペンのコントロールがしづらいですね。もうちょっと太い方が描きやすいかな。でも鉛筆ぐらいの太さなんで必ずしもそうでもないんだけど、でも書いていてもうちょい太い方がいいのになって思いながら書いてますね。
よく落書きでこうやって顔だけ描いちゃうのは、なんか顔はなんていうか何を描こうかなって迷わないんですよね。目鼻を描き始めちゃえば自然と描くことが決まってくるっていうか。なので頭使わずになんかとにかく手が動かしたいんだみたいな時は適当に顔だけ描いてますね。これがだからその服を描いたりとかポーズを考えたりとか背景を描いたりとかすると、じゃあそこ何描こうかなとか、その細かいディティールについてちょっと資料を調べたくなっちゃったりとかし始めて、そうするともう楽しい落書きとかじゃなくて真剣な何かその戦いみたいになっちゃうんで、顔を描いてる分にはでデッサンの狂いとかを気にしないよって思っちゃっている分にはなんか楽しくて、これ無限にできますね。なんか何時間でもやってられるっていうか。でこれはもうほとんど自動書記みたいなものなんで、よく会議中に落書きとかする人いると思うんだけど、授業中とかになんか真剣に何かの話を聞いてる時とかに無意識に自分はなんか目玉をいっぱい描いてることがあって、あるいはこうやって顔をいっぱい描いてることがあって、目玉をいっぱい描くことが多いな。なんか目玉はなんかもう完全に多分自動書記ですね。というわけで、なんかペン BBS のその494というモデルでしたけど、そうだな、なんか途中でなんかその入りがと抜きがどうこうみたいな話をして、イラストに描くにはその微妙に向いてないようなところもある、文字書くのはすごく書きやすいですけどみたいな話をしたけど、まあそれはそうなんだけど、でも結構インクを変えてみるとニュアンスがまた変わったりして、後半のグレーのインクの落書きはすごい楽しかったですね。だったりするんで自分のレビューは結局なんかぼんやりとした感想で終わっちゃいますけど、あんま買うか買わないかのを決める参考にはなんなかったと思うんですけど、ただ今使ってるところを見てなんか楽しさを感じてもらえたらいいかなと思っております。書き味的にはねやっぱり、ペン BBS のやつはだからまだ2本しか持ってないんでちょっと全体的な総評できないですけど、自分が使ってる2本は、明らかにペン BBS のペン先ですよっていう、なんか多分要望者だっけ、なんかどっかに多分作ってもらってるとは思うんだけど、なんかそこで細かい注文をしてるのかな。なんか明らかにペン BBS のペン先ですっていう独特の書き心地っていうか書き味があって、そのあたりもだからメーカーとしては好きかな。そして製品の品質的にも、494を2本買って268かを1本買ったんだけど、だから種類は2種類でペンとしては3本ですけど、494は1本下の上の子にあげちゃったんだ。どれも安定していて、いわゆる外れのペン先っていうのに当たってないんで、まあ結構外れのペン先ってそうそうないですけどね、特に日本のメーカーなんかはまず安定してるんで、まあでも非常に安定した品質の万年筆のメーカーっていう印象です。ということでした。まあこんな感じで絵を描いたり、文房具の紹介をしたり、カメラやらガジェットやら、の話をしたりする雑多なチャンネルであります。でもまあ自分が絵描きなんで、絵を描くっていうことをベースにして、なんかそこからの派生で例えばカメラが好きになったりとか、その絵を描く道具としてパソコンを使ってるんで、そこからデジタルガジェットが好きになったりとか、今こうして文房具をいろいろレビューしたりとか、なんかそんな感じですね。だから基本的には絵描きのチャンネルであります。チャンネル登録、いいねなどしていただけると励みになります。ありがとうございました。ではでは。